こんにちは、花森です。今日は洗面所を簡単にご紹介していきたいと思います。まず全体像はこんな感じで、洗面スペースの横に洗濯機置き場があり、その奥がお風呂という間取りになっています。このお家自体は賃貸物件なんですが、元からこういうマスタードカラーのレトロな壁紙が貼ってありました。お気に入りポイントいくつかあるんですけれども、この丸い鏡も好きなポイントの一つです。できれば洗面周りのものは少なくしたい派ではありますが、歯ブラシなどを置ける棚がないので、今のような位置に置いています。ちなみに歯ブラシは引っ越してからずっと金谷さんの歯ブラシを使っています。歯ブラシって結構カラフルなものが多いイメージなんですけども、この金谷さんの歯ブラシは柄の部分がホワイトなのがいいんですよね。ヘッド部分には馬の毛がたっぷり使われていて、しっかり歯を磨くことができます。サイズも幅広だったり細めだったりいろいろあるので、私はヘッドが小さい歯ブラシをいつも使っています。その他使っているものといえば、アパガードの歯磨き粉とリーチのフロスです。これももう半年以上ずっとこちらをリピートして使っています。あと余談ですが、このグレーのコップはネットでサイズを間違えて購入してしまいまして、予想していた半分ぐらいのサイズのものが届いてしまいました。本当はビールグラスぐらいの大きいものが欲しかったです。ハンドソープはイソップもしくはマークス&ウェブのハーバルクリアハンドソープのどちらかをいつも使ってます。今はイソップです。イソップは友達が遊びに来てくれるといい香りするねと言ってくれるぐらい香りが本当にいいんですよ。すごく好きなアイテムです。あとこの辺は生活感が溢れてますが、化粧水、コンタクト、ブラシなどを収納しています。ボックスは渋谷のスタンダードプロダクツというところで購入しました。化粧水と乳液は今は無印良品のものをシェアして使っています。季節によってはイ肌というワセリン系のものを使う時もありますが、どちらにしてもシンプルなアイテムを選ぶことが多いです。洗面所スペースには収納がほとんどなかったので、引き出せるタイプのステンレス棚を置きました。2段目にはボディクリーム、化粧水のストック、日焼け止めやヘアオイルを入れています。ボディクリームは変わらず大好きなこのワセリンのものを愛用中です。3段目には洗濯洗剤類をまとめて入れています。洗剤はアリエルのジェルボールを使っていて、いつも特大サイズで購入した後、茶色の袋に入れて保管しています。本来はジェルボール専用のボックスに入れるべきなんですよ。ただ専用のボックスだとこのステンレスの棚の幅に合わなくて入らないので、こちらを使っています。袋自体はこれ実はお弁当入れで、中がこんな感じでアルミの遮熱断熱材が貼られているんですよね。この保管方法自体は推奨されているものではないので、もし同じように使われる方はご自身の判断でお願いできればと思います。次、洗濯機は変わらずシャープのドラム型洗濯機を使ってます。ニットなどのこのデリケートな衣類は難しいですが、それ以外のものだったら乾燥まで一気にやってくれるので本当に助かってます。何より嫌いな洗濯物を干すっていう作業がなくなって嬉しい限りです。洗濯機の横にはスコープさんで購入した足拭きマットと洗面シンクを拭くためのマイクロファイバータオルをかけています。足拭きマットはどちらかといえば厚めのタオルといった感じで、乾きやすくこのままドラム型洗濯機で洗えるっていうのも一押しポイントです。でマイクロファイバータオルも毎晩シンクを拭いた後、そのまま洗濯機に入れて洗って翌朝乾いている状態にするっていうのが一応ルーティンになってます。洗濯機の後ろにはヘアピンなど細々したものや入浴剤、綿棒などを置いています。
あとこの綿棒を入れているガラスジャーはこちらもスタンダードプロダクツで確か300円ぐらいで購入しました。これ綿棒入れとしてはぴったりのサイズ感なんですよね。入浴剤はこんな感じで瓶に入れておいています。今中に入っているのはプレゼントでいただいたラベンダーのバスソルトとバースというタブレット型の入浴剤ですね。このガラス瓶もスタンダードプロダクツで購入しました。次、こちらの木製の棚は自分で取り付けたものになります。 DIY を管理会社と相談しながらできる物件なので直接壁に取り付けています。棚をつけるまでドラム型洗濯機の上にタオルを積んでましたが、それだとなんだか取り出しにくかったのと見た目がおちゃっとしていたのが家で DIY することにしました。 DIY 自体はそんなに難しくなくて、ホームセンターで板を好きな長さにカットしてもらってから水性のウレタンニスを薄く塗ってます。もちろんそのままでも OK なんですが、少し使い古した木の感じが出せればなと思って塗装しました。下がウレタンニスを塗った板で、上が無塗装の板です。好みにもよりますが、私は下の方が好きです。あとは壁の取り付けた位置に印をつけてネジ止めしていきます。金具はマットめなアイアンをネットで購入しました。で、この棚の一番こだわったところは下段に2枚タオルをかけられるバーを取り付けたことです。お風呂から出てタオルを使って濡れたまま置いておくと、特に梅雨とかちょっと匂いが発生してしまうことってないですか？なので私は使ってから洗うまでの、洗濯機にかけるまでの間、ここにかけて簡易に干せるようにしています。部屋に濡れたタオルがどちらかるのを防げるし、バーの前に洗濯機があるので洗濯するときはそのままポンと入れられるようにしました。ちなみに我が家はバスタオルではなく全てフェイスタオルサイズで統一しています。その方が洗濯物の量が減って嬉しいのと、乾くのも早いので、もう何年もこのスタイルです。またお家にあるフェイスタオルはこちらもスコープさんのハウスタオルというものを使っています。続いてお風呂スペースも簡単にご紹介します。作りは一般的な賃貸の浴室とそんなに変わったところはないです。ちょっとここは本当に生活感があふれているので、ぜひ皆さん目を細めてご覧いただきたいんですが、シャンプーは左側の2つが同居人のもので、イソップのボトルに入っているのが私が使っているものです。ただ残念ながらイソップのシャンプー、私の髪にあまり合わなかったみたいなのでボトルだけ使ってます。可愛いですしね。中のシャンプーは薬局とかでも普通に売っているスティーブン・ノルというものです。一番右の緑のボトルはオリーブのクレンジングオイルを使っています。あとお風呂のお掃除グッズも使いやすいようにお風呂の中に置いてます。洗剤はアウトマロクリーナー、ブラシはキュキュキュというブランドのポイントブラシと床ブラシを愛用中です。キュキュキュのブラシ、最近東急ハンズとかでも売ってました。あとこのスポンジは松清オリジナルのバススポンジです。前まで白いバススポンジを使ってたんですけども、やっぱ白いとだんだん色が変色してきて困ってたんですよね。で、たまたま松清に行った時にこのブラックのバススポンジを見つけて本当に嬉しかったです。分厚さといい、大きさといい、価格といい、もう全てがちょうどいいので、ぜひ松清さんはこちらを販売し続けてほしいなと思っている次第です。はい、いかがでしたでしょうか。以上が今2人で住んでいる賃貸の洗面所とお風呂でした。毎日使う場所でもあるので、
これからも少しずつ使いやすさをアップデートしていこうと思っています。それではここまでご視聴ありがとうございました。花森でした。